こんにちは、松田です。今日はですね、今から30年ぐらい前に私のアメリカの友人でトム・ジョンソンというのがいますけれども、彼から、アメリカのですね伝説的なプログラマーですね、リチャード・ストールマンのフリーソフトウェア運動を始めた人ですけれども、彼が使ったコピーレフトという言葉について聞いたんですね。でちょっと今回コピーレフトとデザインのオリジナリティみたいなことについて思ったことをお話ししたいというふうに思います。これはもともとソフトウェアの領域の話で、誰にでも使えるソフトウェアを作ろうということで、そのリチャード・ストールマンが盛んに運動してたわけですけども、当時は今でこそね巨大な情報系の企業に成長しているところがやっぱりライセンスを自分のところできちっと持って、それでビジネスをしようとしていたわけですから、それに対するある種の反抗というか、彼自身もですね、言ってみればちょっとヒッピー的な非常に質素で自然主義的な暮らしをしていた人のようで、ソフトウェア世界中の人たちにオープンにすべきだという、そういう思想だったようですね。でそこでいわゆるコピーライト、これは権利のいわゆる工業所有権とかですね、知的財産権とか著作権とか、そのコピーライトに対するアンチテーゼとしてコピーレフトという言い方をしたんですね。でそのためのロゴタイプも作ってですね、いろいろやっていたという話を聞きました。でここで一つ重要なのは、例えば何かを素晴らしいものを開発して、でこれはみんなで使っていいよって言った途端にですね、目先の利く連中がそれを寄ってたかって権利化してしまうと、自分のそういうことがあるわけですね。でそれはもう彼もそうですし、そういうことをしようとした人にとってみれば意図せざることですから、でそれを防ぐためにまず一旦自分で権利化すると。で権利化しといて、それを誰にでも使っていいよというふうにすると、ただでその権利を使う権利を与えると。でただしそれを再権利化することは認めないというその特殊条件をつけてという、それが、いわゆるコピーレフトの考え方ですね。で、我々はインダストリーデザインという世界で仕事をしてたので、トム・ジョンソンとですね、トム・ジョンソンはリサイクル、今でいうアップサイクルですね、当時はアップサイクルと言ってましたけども、でそれの専門家ですから、環境のことを考えて何かを作っていく、すごくクリエイティブなものを作るんだけど、それはみんなもどんどん一緒にやろうよという思想なんですね。だから、プロダクト系のデザインもそういう考え方でいったらいいよねということを、当時盛んに言ってたものです。で、要するに良いものを広く普及させる、そのために、自分で独占しないということですね。ところがその大量生産、大量販売、大量消費みたいな世界ではですね、やっぱりそれで一度にある種の利益を上げていこうというふうに企業は考えるわけですから、でそういう、デザインについては権利化をするということを法律で決めてるわけですね。で、そうしないと真似をされるからということなんだけども、実はこの権利化しないと真似をされるっていうのもですね、微妙なところで我々よく見て、これところ同じじゃないか、そっくりじゃないかって思うのも、もうどっかで権利を逃げてるとかですね、そういう、あるいはその A 社と B 社が協定を結んでですね、これはいいことにしようみたいな裏で行ったりするわけで、非常に曖昧なんですね。でそれだけじゃなくて、工業所有権みたいなのを取っていくっていうことは、次から次へとモデルチェンジをしていくということが前提にあるということがあります。でモデルチェンジをしていくためにそれをいちいち権利化していくと。でなぜそんなことをするのかっていうと、実はそのモデルチェンジをすることによって新しい、例えば金型をですね作ることができる人だとか、新しい部品を調達する人ができるとか、あるいは新しい加工法だとか、新しい、いろんなものがですねそこでいわゆるサプライチェーンで発生するわけですね。
つまりモデルチェンジをすることによって儲かる企業のなんてグループといいますかね、それが膨大にあって、でその人たちが仕事をしているということで、新型を作って消費を拡大して、でそれとともにその生産の活性化も図っていくと、それがいわゆる資本主義の、ものづくり系のですね基本だとすると、工業所有権というのもそこに乗っかっていると。で場合によってはそれをライセンスを共有しながらお互いにうまくやっていくという、要するに我々生活者とは別のところで起きている出来事なんですね。でもそれはよく考えるとですね、じゃあオリジナルって何なんだっていうことになってきます。みんなこれは俺たちのオリジナルのデザインだから真似すんなよっていうんですが、オリジナルって何なのか、ちょっと違ったものっていうのがオリジナルなのかっていうことですね。でこれはですね、難しいんです。私は一度中国で毎年のように、大学で教えてましたけれども、でそこで洗濯機のメーカーさんに呼ばれてですね、まだ中国は今みたいに世界の市場を席巻する、今世界で一番使われている電気製品は中国製ですからではなくてですね、やっと冷蔵庫が洗濯機が作れるようになった頃の話です。でその、メーカーに呼ばれて、ずらっと並んで新製品を見せられたんですね。でそれ見てみると、私当時グッドデザイン賞の審査をしてましたから、前の年に日本の各電機メーカーが作った最新型の電気洗濯機っていうのをみんな知ってたわけですね。でそれと同じものが在宅に並んでるんです。これは A 社、これは B 社、これは C 社と日本のメーカーの名前を私は言ってったんですね。それは皮肉を込めてですね、これまるでなんとかじゃないか、これはなんとかじゃないか。でそれを全部言い終わったらば、担当者がですね、すごい嬉しそうな顔して「ありがとうございます、ここまでできるようになりました」と彼ら胸を張って言うんです。要するに真似ができるところまでやってきましたということですね。でこれにはちょっと驚いたんですけども、でもそのことを当時の大学、今の世界的な大きなデザイン系の大学ですけども、学部長にちょっとないんじゃないのっていう話をしたらば、彼はですね、ちょうど廊下に貼ってあった当時の学生たちの作品をずっと廊下に貼ったんですけど、それを見せてくれたんですね。でそれは全部、毛筆で書いた1という字です。1という字がずっと並んでるんです。でその1という字のでトンツートンと最後の締めてるところですね。でそこのところの形が山の形になってるんですね。ここですね。でその山がですね、中国のなんていうんですかね、百名山っていうのかな、そのどの山の形かっていうのをずーっと並べて解説してあるんですね。で学生たちは1という文字の中に自然を書き込むと、でこれはなんとか山の頂上の形、これはなんとか山みたいなことをですねずっとやっていて、でそれを見せてくれた先生は、全ては真似ることから始まる、自然を真似ることから始まるし、それは、決して、満足できるものじゃない、生涯真似をして、歴史というのはそれを繰り返して結局行き着くことはないんですと。だから真似されるということはですね、素晴らしく誇りなことだというふうに言ってくれたんですね。それは、すごいなと思ったんだけど、ただよく考えてみるとですね、例えばどら焼きとか羊羹とかシュークリームとかですね、そういうものも今どこでもあるんで、どれが本物で偽物かなんて誰も言いませんよね。で料理っていうのもそうなんですね。でハンバーガーだとかっていうのもですね、私が知る限り1960年代のハンバーガーっていうのは、ミニスカートにエプロンのお姉ちゃんがですね、ローラースケート履いて、車のところに持ってきてくれたんですね。その10年も後だったと思いますけども、銀座に、マクドナルドって言っちゃっていいのかな、いいですよね、有名だから第1号店ができたんです。でその時僕はすき家橋のソニービルの地下でハンバーガーを毎日焼いてました。アルバイトでね、学生の。でその時に先輩がね、こんなのができたから食いに行こうって言うんで食いに行ったんですけども、
まあ自分が作ってるハンバーガーの方がうまいんですよね。であんなもの流行るわけないじゃないかってみんなで言ってたのが、まああっという間に、それから50年経ちますけども、世界中に大きなブランドになってしまったんですね。であれはやっぱりデザインなんですよね。そのミニスカートのエプロン姿のローラースケートもデザインだし、それと真逆で自分で列を作ってですね、カウンターで注文してその場で受け取ってっていう、それもその代わり安いのもこれもデザインですよね。そうやってデザインがその食の世界を変えていくっていうことだけど、その肝心のハンバーガーそのものはですね同じものを作ってるんですよね。なので、オリジナルって何なのかなっていうことはすごく考えちゃうわけなんですね。いわゆる料理っていうのは、まさにデザインでありで、それのしつらえによってですね同じ寿司が100倍の値段になったりステーキが何十倍の値段になったりするわけで、じゃあそれは一体どこにそんな価値を生む力があるんだろうかっていうことは、デザインの世界では常に言われることだし、そこを多分環境づくりも含めてですね、いわゆる店舗のあるいはサービスの形とか食材も含めてみんな考えてると思うんだけど、ただここでですね実はそういう食というものがですね、その食材も含めて大きく世界の環境の問題、生物多様性の問題、あるいは貧困の問題、飢餓の問題に絡んでるんですね。だからデザインが一生懸命一方で価値を作っている、その同時にですね世界のどこかで大きな問題が発生している。それはそのハンバーガーでもそうです。あれだけの肉文化を作ってしまったわけで、それによって今世界に大きな問題が起きているわけですね。だからデザインはむしろそういう一つ一つの価値づくりはいいんだけども、その背景で起きている大きな環境の問題、それに対して何ができるかっていうことの方にデザインの本質があるというふうに私は思ってるんですね。何かのきっかけで皆さんが普段作ってるいろんなデザインを振り返った時に、その大元のところに起きてる課題について目を向けて、でそれに取り組んでみようと思ってもらえるとですね、本当の意味でのデザインの力が時代を変えていくという、そういうことにつながるんじゃないかと、そんなふうに思ってます。一度考えてみてください。以上です。ありがとうございますな。